FX では勝率が比較的高くて、利益も伸びやすいと言われている押し目。しかし、押し目にも鑑定しやすい押し目と鑑定しにくい押し目というのがあります。そして、これらの押し目のタイプを判断できるようになると、トレードの勝率をより上げることができます。そこで今回は、判定しやすい押し目の形について、私の考えをお伝えしていきます。この動画が、あなたの成功に役立ってくれることを願っています。押し目の形は主に3タイプ。私の経験上、押し目の形というのは、急落してくる形、時間をかけてじわじわ下がる形、ある程度時間をかけて下がる形、といった3タイプがあります。要するに、押し目の形は角度によって、反転して伸びやすい、反転しても伸びにくい、というのが決まってきます。それでは一つずつ見ていきましょう。急落してくる形。まず一つ目の急落してくる形ですが、これは反転したとしても、すぐに上昇していくことは少ないです。なぜなら、押し目買いのポイントまで急落してくるような形だと、押し目買いを狙っていた人たちは、下げの勢いが強いな。このまま下がる可能性があるからちょっと様子見をしよう。と考えてくるので、買いでのエントリーを控えてくるからです。また、チャートの上の方から逆張り売りをしている人たちもいます。この売っている人たちの本来の利食いのポイントは、押し目買いのポイントです。なぜなら、押し目買いのポイントでは買いが入ってきやすいので、そこから反転する確率が高いからです。そのため、利益を限定的に狙っているので、押し目買いの場所が利食いの目処なのです。しかし、そのポイントまで急落するような形が出ると、あれ、下げの勢いが強いな。これはさらに下落するかも。じゃあ少し様子を見てみよう、と構えます。この考えによって、本来利食いポイントだった場所で、利食いをせずに様子見をしてくるので、売りの決済が出づらくなります。通常であれば、売っている人たちが利食いをすれば、売りの決済は反対売買の買いになるので、それが上昇する力になります。しかし、急落するような形だと、利食いをせずに様子見をしてくるので、上昇する力が出ません。よって、急落して押し目買いのポイントに来ると、新規の買いが入りづらい、逆張り売りの決済が出ない、といったことが重なって反転しにくくなるのです。また、急に下落してくることで、下落の勢いが強いから、戻ってきたら売りたい、と、売りを狙う人たちも出てきます。よって、押し目買いポイントで反発をしたとしても、今度はそこから戻り売りが入ってくるので、下落をする可能性が高くなります。実際のチャートだと、次のような感じになります。押し目買いが入っていいような場所で、一旦は反発していますが、その後に大きく下がっていますよね。こういう場合は、トレードをするにしても、押し目買いポイントでしばらく揉み合って、サポートラインとして機能していることを確認してからの方がいいです。こうなってくると、買いを狙っていた人たちが、下がらなくなってきたな。ここがサポートとして機能していそうだから買ってみよう、と考えて買いを入れてきます。また、逆張りで売っていた人たちも、サポートとして機能しだしたから、そろそろ反転しそうだな。じゃあ、今のうちに逃げておこう、と考えて、売りポジションの決済をしてきます。この2つの思惑が働くことで、上昇しやすくなるので、トレードをするにしても、チャートの動きをしっかり確認してからにしましょう。時間をかけてじわじわ下がる形。時間をかけてじわじわ下がる形も、反転上昇しづらいです。なぜなら、買いが入らずにダラダラ下げると、押し目買いポイントに来たとしても、買いたい人からすると、全然買いが入っていないな。このままさらに下がるかもしれない、という心理が働くので、買いが入りづらい状況です。また、逆張り売りをしている人たちにとっても、全然買いが入らずにずっと下げ続けているな。ということは下げの力は強そうだから、まだ利食いせずにキープしよう、という心理が働いて、売りの決済が出づらい状況です。そのため、サポートラインで反発したとしても、少ししか反発せずに、逆に戻り売りが入りやすいです。実際のチャートだと、次のような感じです。だらだら下げてくることで、サポートラインに来たとしても、ほとんど反発せずに下げていますよね。しかも、時間をかけて下がってくると、誰が見てもわかるような下落トレンドを作ることが結構あります。例えば、次のような感じです。
おしめ買いのポイントまで時間をかけて下がってきている上に、高値と安値を切り下げながら下がっていますよね。この形が出ると、サポートラインで判定したとしても、レジスタンスラインが作られているので、そこから戻り売りが入って下落することが多いです。だから、トレードをするなら、このおしめの形もしばらく揉み合って、サポートラインが機能しているのを確認してからです。もし、おしめ買いポイントに来るまでに、明らかな下落トレンドを作っていたら、短期で上昇トレンドを作ってからの方が勝率は高くなります。ある程度時間をかけて下がる形。判定しやすい理想的なおしめは、このタイプであることが多いです。要するに、ダウ理論に沿ったセオリー通りの形です。おしめの角度で言うと、45度くらいになります。なぜなら、私たちが FX を始めた頃って、ダウ理論を必ずと言っていいほど勉強しますよね。よって、FX をしている大多数の頭の中には、ダウ理論に沿った綺麗な形が反発しやすいという意識が刷り込まれています。そのため、45度くらいの角度でサポートラインまで下がってくると、多くの相場参加者がダウ理論の形を認識できるので、買いが入りやすくなります。実際のチャートだと、次のような感じです。完璧に45度とはいかなくても、おしめの形だけを見れば、いい感じだなと思いませんでしたか？こういう形が多くの相場参加者に認識されやすいので、判定する確率が高いおしめになります。以上が判定しやすいおしめと判定しにくいおしめの形になります。ここまでの話を聞くと、至って普通だな、と感じると思います。ですが、いざリアルトレードになると、サポートラインだけを気にして、下がってくる角度を意識せずにトレードをしている人が多くいます。もしあなたがちゃんとしたおしめでエントリーしてるのになぜかうまくいかずに損切りになるといった場合は、サポートラインまで落ちてくる時の角度も気にしてみてください。ここを意識するだけでもトレードの精度は結構上がります。ちなみに売りの場合も買いと売りの気持ちが反対になるだけで原理は同じになります。おしめの深さはどれくらいがいいの？おしめ買いをする場合、おしめポイントまでの戻り方をしっかり見ておくと効果的なトレードができます。でも、鑑定しやすい形は分かったけど、おしめの深さはどれくらいがいいの？こんなことを思ったかもしれません。ここに関しては、私の経験上、フィボナッチでいう50と 61.8 の押しの深さがいいです。セオリー通りの数値ですが、このくらいの深さが一番判定しやすいです。なぜなら、大多数の相場参加者の頭の中には、常にダウ理論が入っているからです。そのため、ダウ理論に沿った綺麗な形が出ると、これから上昇していきそうだな、といったように、大多数の相場参加者が考えるので、一斉に買いが入りやすくなります。そして、その時の押しの深さというのが、フィボナッチでいう50と 61.8 の押しの深さになるのです。明らかに上昇の勢いが強い時は、フィボナッチの 23.6 や 38.2 でも反転することはあります。ただ、私の経験上、50と 61.8 がやっぱり一番反転する確率が高いので、おしめ買いをするなら、まずはこの付近の深さをベースにするのがいいです。私がおしめ買いをするときも、ほとんどがこのぐらいの深さでトレードをしています。フィボナッチを引く起点はどこがいいの？フィボナッチを使うときに迷う点としては、どこを起点に引けばいいの？というのがあると思います。ここに関しては、人それぞれの部分もあるので、決まった正解はありません。私の場合は、これもダウ理論をベースにしていて、なるべく等間隔で上昇を繰り返している波に対して引きます。例えば、このチャート画像の状態で、フィボナッチを使って、50から 61.8 の押し目をチェックするとしましょう。この時に上昇の波を見てみると、波の幅がほぼ等間隔になっています。ということは、現在の流れはこの上昇幅で動いている証拠です。よって、フィボナッチを引く起点も、この幅を基準に引いていけば、適切な押し目の深さがわかります。今回であれば、このチャートの黄色丸を起点に、フィボナッチを引いていきます。そうすると、フィボナッチの50と 61.8 は、次のようになります。では、この後の動きを見てみましょう。今回は、フィボナッチ50の場所で判定しました。こんな感じで、
フィボナッチを引いて押し目の深さを測る場合は、ダウ理論に沿って上昇をしている波の幅を基準にすれば、大きく間違うことはありません。綺麗な形だけでトレードは無理でしょ？ここまで判定しやすい押し目と、そうでない押し目についてお伝えしてきました。基本的には、判定しやすい押し目の形だけでトレードをしていれば、勝率は高くなります。しかし、そうは言っても、完璧に綺麗な形なんて、そんなに頻繁に出るものではないですよね。そうなると、綺麗な形ではなくても、トレードをしなければいけませんよね。そこでここからは、押し目買いでトレードをする時の実践例を紹介していきます。まず、現在の1時間足が、このような状態だったとしましょう。全体の流れは上昇トレンドなので、買いを狙っていく場面です。よって、ここから押し目で買いを狙っていきます。そしてその時に、どこで押し目買いをするかですが、まずは上昇の流れの波を見ると、次のような感じになります。よって、直前の上昇の波に対する押し目帯に照準を合わせます。ここから、フィボナッチを使って押しの深さを測ってみると、50と 61.8 の位置が次のようになりました。これで、押し目買いをする位置の目処がある程度見えたので、次は判定しそうな場所がその近くにないかを確認します。そうすると、次のような感じで判定しそうな場所に水平線を引けました。フィボナッチの50と 61.8 に重なるような場所に水平線を引けましたね。これによって、押し目買いのシナリオとしては、この2つの水平線のうち、どちらかで反応したら買っていくことが決まりました。あとはこの位置までレートが来るのを待つだけなので、ローソク足をしばらく進めてみましょう。上側の水平線までレートが戻ってきて、反発し始めています。水平線まで戻ってきた形を見ると、少し時間をかけて戻ってきている上に、結構はっきりした下落トレンドを作っていますね。お世辞でも綺麗な形とは言えないです。しかし、こういう場面でもトレードをしていかなければならないので、まずは短期足に変えてエントリーを探っていきます。この時の状況を15分足で見てみると、次のようになっていました。これだと明らかに下落トレンドなので、まだエントリーができません。エントリーをするにしても、戻り高値を上抜けてトレンド転換をするか、水平線付近でしばらく揉み合ってからです。では、ローソク足をもう少し進めてみましょう。上昇する力が全然ないです。押し目買いポイントまで下落トレンドを作って落ちてくると、やっぱりそう簡単には判定しないですね。では、さらにローソク足を進めてみます。結局、さらに下がっていき、今度はフィボナッチ 61.8 と重なる場所までレートが落ちてきました。ここで判定するかを確認する必要もあるので、ローソク足をしばらく進めてみます。ちょっと判定してきましたね。これだと、水平線とフィボナッチの 61.8 が効いている可能性が結構出てきました。ここから、15分足の戻り高値を上抜けてトレンド転換をするか、この付近で揉み合って、反転のサインが出るまで待っていきます。それではローソク足をさらに進めてみましょう。戻り高値を上抜けることができずに下がってきたので、少し微妙ですね。ただ、よく見てみると、逆三尊のチャートパターンができ始めています。これは反転のサインになりますよね。しかも、フィボナッチと水平線が重なる場所で反転もしています。こうなると、フィボナッチを使うトレーダー、水平線を使うトレーダー、チャートパターンを使うトレーダー、これらの人たちが買いを入れてくるので、ここから上昇する可能性が高いです。さらに、1時間足を見てみましょう。この状況をよく見ると、直近の流れに対して切り下げラインを引くことができるのですが、そこをブレイクしています。つまり、確実なトレンドの転換はまだしていませんが、下落の流れが一旦切れた可能性もあります。また、切り下げラインを使うトレーダーも多く、その人たちが買いで入ってきます。それでいて、全体の流れは上昇トレンドなので、より買いが入りやすい状況が揃っています。よって、買いでエントリーをしていきたいので、15分足のローソク足を進めて、次の動きがどうなったかを見てみましょう。陽線が出たので、
逆三尊の右肩で反応した証拠です。ということで、ここで買いエントリーをしていきます。この時の損切り位置は、水平線を下へ抜けた場所になります。1時間足で見ると、次のような位置です。ここを下へ抜けてしまうと、短期の下落トレンドが継続になるので、さらに下がり続ける可能性があるからです。利食いに関しては、上昇トレンドで伸びる可能性があるので、どこでもいいです。私の場合は、リスクリワードが1対2以上あればいいので、今回の場面なら、直近の最高値の近くで利食いをします。では、その後の動きを見てみましょう。大きく上昇していきましたね。このように、綺麗な押し目の形でなくても、複数のエントリー根拠が揃えば、トレードは問題なくできます。その代わり、上足と下足の流れを適切に判断して、チャートを丁寧に読む必要もあります。ここに関しては、マルチタイムフレーム分析が必要になるので、この方法を詳しく知りたい場合は、この動画を見てみてください。リンクは概要欄に貼っておきます。また、今回のようなトレードをもっと見てみたい場合は、この動画も参考にしてみてください。こちらもリンクは概要欄に貼っておきます。まとめ。今回は鑑定しやすい押し目と鑑定しにくい押し目について私の考えをお伝えしてきました。基本的にトレードをする際は押し目を狙った方が勝率が高く利益も伸びやすいです。しかし、押し目とは言っても下がってくる角度によって判定しやすい状況とそうでない状況があります。そのため、もし押し目買いのトレードの精度が悪い場合は、レートが戻ってくる時の角度もチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。役に立ったと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。